進化してるよっていうのをもっと皆さんに知ってもらいたいかなっては思いますね。実はちゃんとその和菓子っていう世界にはこれをもっと楽しんでもらおうって思ってる人たちがたくさんいて、でその中の、我々も頑張ってる一人なんだよっていうのをもっと知ってもらいたいな。こんな感じにぺったんこに押しちゃいます。実際自分でデザインして自分で作ろうってなった時に、もちろんデザインから入るんですけど、頭で思ったやつをそのまま落とし込んでものにしてもあれ違ったってことが結構あるんですね。でそれがなかなか自分の思うように持っていくのが結構大変でした。今はもう大体頭に浮かんだものと実際作るものは大体合ってるんですけど、デザインはその仕事終わった後にちょっとだけその練り切り使っていいよって言われて、そこで仕事が終わってから自分たちでちょっと創作的に作ってちょっと感性を磨いていったって感じですね。昔の名前がヨナガっていうんですけど、より長い。最初お月見でなんかできないかなって思ってたんですけど、その秋も夜長いし、夏が夏で夜長いじゃないですか。で、じゃあ両方共通してるからそういうお菓子を作りたいなと思って、なんで出だしはこのうさぎを乗せずに出してるんですよ。で秋のその9月15日とか近づいてくるとうさぎを乗せるようにしてるんです。なんでその名前からもいろいろ妄想膨らんだりだとか、見てから妄想膨らんだりとかっていう、もともと遊び心あるところに、もう一つ二つ自分のその遊び心を入れてるっていう感じですかね。お茶席って結局みんなで輪運んでお茶楽しんでおしゃべりするっていうのが一つですから、話のネタになるんですよね。
昔は自分綺麗さだけを追い求めてたんですけど、最近やめました。その綺麗の最終地点で結局綺麗だねなんですけど、それを求めるよりなんかいいよねって方が僕はいいなと最近思ってるので、徳山勝也らしさが出る上生作りは意識してますね。で逆に言うと、それは意識してないことになるんですよ。自然体を出すのが自分になるので、そのまま何も考えずに今まで積み重ねてきたものが勝手に出てくれるので、綺麗になれ綺麗になれとか味が出ろ出ろとかそういうことを全く意識せずに無の状態で作っていることが多いですかね。普段からお菓子作り以外のところで、人としてっていう部分で、ちゃんとありたいな。それが結局お菓子に乗っかるなって思ってますね。金沢でもこんな本当に寒天で出してるとこ少ないからって言って来られる常連さんも結構いらっしゃいます。あんこですね。発酵あんなのでやっぱり味わいが全然違うっておっしゃいますね。発酵することによって中の豆の味がすごいしっかりしてくるんですよ。で、砂糖でこうカバーされて見えなかった豆のもう本来の味がすごいこう顔を出してくれるので、その味わいがすごい楽しめるあんこになってます。寒天とあんこだけにはすごいこだわっているので、寒天もすごい高級なやつをわざわざ遠くから取り入れて自分でもう職人さんに任せずに自分で作っていらっしゃる。元の天草は最近なかなか手に入らない。この本物の天草から作るとちょっと磯の香りするんですよ。でそういったのはやっぱりこう食欲をそそるし、結局発酵っていうこと自体は昔からやっぱり日本に中に根付いてて、それに気が付かなかっただけの話なんですね。気泡っていうのか製法っていうのはことで言うとやっぱり温故知新なんですよ。こういう味があっていいよねとか、これ商品いい商品でしょ、高いでしょとか、そういうのをもう一個ずつこうもうそのポイントを言ってくれるお客さんいらっしゃるんですよ。だから「そんなわかるんですか?」って「その狙いです」って言ったら「でも一般の人わからんやろ」って言って、そういうもっと言った方がいいよとかおっしゃってくれるお客さんも結構いらっしゃるんです。はい、よろしくお願いいたします。今日皆様には、目の前に2種類見本があるんですけども、そちらを作っていきたいと思います。ここにあんこを置きます。黒色の、あんこと白色のあんこ2種類あるんですけども、好きな方乗せてあげてください。はい、皆さん大丈夫そうなので
でここまで来たらこれ全部閉じちゃってください。中のあんこ見えなくなるようにしてあげます。ちょっとぽっちゃりめの UFO ですね。こんな感じの。こんな感じで嘘。指先でつまむように持ってあげます。はい、いいですね。で、これ落とさないでくださいね。このままひっくり返します。多分10人ぐらい落としました。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。はい。はい、で思いっきりやってください。結構力入れます。ぐーっとやって、はい、開けてみてください。みたいな。でもう一個すいません。これって何でできてるんですか？これ実は皆さん今触ってる練り切りです。はい。私たちはずっとこの中っていうか、ここで自分の素材で自分の商品を作ってるので、やっぱり全然違う考えを持ってる、大学生とかそういう人たちとこう話し合って何かをやっていくっていうのはすごいこっちも刺激になるし、もう彼女たちもすごい楽しんでるかったし、なのでもう本当に楽しかったですね、祭り。大学生の年齢の子たちは、あ、そういうのが今欲しいんだなっていうふうになるね。なるほど、今はそういう組み合わせだとか、そういう味だとかがみんな好きなんだなっていう、そのギャップを埋めるきっかけにも大なり小なりになってるかなと思いますね、その交流は。美味しいものは誰でも美味しいっていうのは思いました。頼りにできるところ、全部ですかね。今までのそのやってきた経験もあるし、なんだろうな、任せるっていうのはすごく大事なことじゃないですか。一応確認だけはするんですよ。大丈夫？で、大丈夫って言ったらもうそれで基本的にゴーしてますね。もう日本の文化なので、それが続いてほしいなっていう、そういう応援の心もあるし、そういう和菓子が残ってる理由はちゃんとあるので、それを皆さんもちょっと楽しんで見つけてほしいなっていう。